欧米に比べると日本の離婚率はまだ低いです。ただ何人かの専門家たちは、それは関係が壊れていたとしても、多くの夫婦は離婚しないからだと主張しています。僕の友人のゆかさんは、残念ながら愛のない結婚生活を送っています。僕たちは前から友達で、彼女の旦那さんも知っているので、顔を見せないという条件で今回インタビューを受けてくださいました。なぜ彼女は離婚しないのか、なぜ愛のない結婚がこれだけ多いのか、そしてこの問題から何を学べるのかについて考えていきましょう。こちらこそこのような機会いただきありがとうございます。ゆかさんは結婚されてからどのぐらい経つんですか？結婚して8年目になりまして、娘が1人6年前に生まれて6歳の娘がおります。現在の結婚生活はどのような感じなんですか？いやー、完全に冷めてますね。旦那と話すことはもうほとんどないです。彼は朝早く出かけて行って夜遅くに帰ってくる仕事なので、家の中で顔を合わせることはほとんどないんですけども、もう夫婦っていう感じではないですね。お互いもう、愛はないような形になってます。そういう関係がどのくらい続いてるんですか？ここまでなったのは3年くらいですかね。3年もですか？はい。どういったことがきっかけでそうなってしまったんですかね？きっかけは旦那の不倫ですね。その不倫したことが発覚したっていうことですかね？前々からおかしいなって思うことが多くて、スーツに女性の香水がついてるとか、こそこそ携帯触ってるとか、週末に出かけることが多くなったり、出張って本人は言ってたんですけど、急にそれが増えたりとか、不倫してるっぽいなっていうのは、ほぼ 100% 私の中では思ってたんですけど、念のため更新所の人にも調べてもらいました。実際その不倫してるってことが分かったんですか？そうですね。会社の部下と、ラブホテルに入っていくところの写真を撮ってもらいました。これは間違いないですね、証拠ですねっていうところで言ってもらいましたね。その後、その写真を旦那に見せて問い詰めたら、一応白状して、申し訳なかったって謝ってはくれたんですけど、もうその時から私の気持ちは完全に冷め切ってしまいましたね。何を言われても信用できないというか、気持ちになってしまいました。離婚しないっていう選択をした理由は何ですか？それはやっぱり子供のためですね。離婚してこの子に辛い思いをさせるのはどうしても嫌でしたし、少なくとも大学卒業までは我慢しようって思いました。その旦那さんの方はどうだったんですか？彼の方も離婚したくないっていうふうに言ってましたね。子供に会えなくなるのももちろん一番嫌だし、職業柄離婚とか不倫とかでイメージが悪くなる可能性も避けたいっていうふうには言ってました。夫婦仲っていうのは完全に冷めてるんですけど、子供のために離婚しないっていうところでお互いは一致しているような形になってます。多くの先進国で不倫は悪と捉えられていますが、日本では文化としてある程度容認されているところがあると思います。そういう問題がある一方で、不倫調査を提供する探偵事務所がたくさん日本にはあります。不倫の疑いにある人に対して様々な状況で監視を行い、写真や動画で不倫の証拠をゲットし、それをクライアントにレポートとともに提出するという仕事です。調査の内容としては、浮気調査がほとんどですね。浮気調査が不倫調査の証拠集めをするものがほとんどで 95% を占めてます。緊急事態宣言中の気をつけなきゃいけないことって、3密って言われてたじゃないですか。大勢で密を作るのが禁止なだけで、ペアだったらいいんですよね。そういう考え方で、僕たちは別に1対1だからっていうことで、結構罪悪感なくデートは重ねていたし、デートの頻度も上がってました。自由な時間が増えて。周りのみんなはテレワークなんだけど、僕に関しては重要なポジションだからテレワークなんかするわけにいかないんだよって言って会社に行く。っていうふりをして会社に行かない。ビジネスホテルのデイユースでテレワークに特化したような、日中安い時間で開放してくれるようなを予約して、彼女と一緒にいるとか、あとはもう独身の彼女の家でテレワークする。世間は自粛してるんですけど、その不倫においては全然自粛を感じなかったですね。で、実際に奥さんに内緒で行った旅行で濃厚接触者でしたっけになって、
てしまってバレるとかもありますし、依頼者さんには私たちから提出するところで完了ですけど、方針がいろいろ分かれるんですけど、離婚する方もいますけど、離婚しない方の方がどっちかというと多いですね。あ、しないんですか？はい。特に女の人側だと。依頼者さんが女の人になると。それでもやっぱり証拠を取って自分が優位に立つという。力関係で優位っていうのももちろんそうなんですけど、今まではその武器がないから優位に立てなかったわけですよね。法的な証拠があると、圧倒的に悪いことをした人、DV とかもそうですよね。明らかに悪いっていうのを責任があるって書いて、有責配偶者っていう言葉があるんですけど、その離婚の要求っていうのが跳ねることができる。なので、その浮気の証拠を持って離婚を防ぐっていう考え方のやり方もあります。ああ、なるほど。逆に離婚を防ぐ。逆に。はい。そうか、離婚されたら困るケースもありますか？そうです。それは経済面ですね。います。だから不倫したら即離婚っていう感じでもないんですよね。だって世間体的に離婚するといろいろそれだけ白い目で見られたりし、離婚してるだけで出世に響いたりするじゃないですか。だからそれでそういう風潮があるから離婚しにくいんじゃないですかね。離婚は少ないでしょうね。それはなんでだと思います？女性が我慢するからですよ。収入がないくなると困るから。旦那が金づるみたいなもんだから。ちゃんと自立してる女性だったら離婚しますよね。だから離婚率は全体的に上がっています。それだけ女性が強くなったという証でもある。もし相手に不倫されたとしたら自分だったら離婚すると思います？しないんじゃないかなと思います。しないですか？はい。不倫ごときでするようなあれだったら別に最初から結婚はしてない。ちょっと嫌な気持ちにはなりますけど、一回のそんな不倫で間違いはやっぱね、誰にでもあるので。日本人って昔から浮気ばっかで不倫ばっかり。江戸時代なんか。やりまくりですよ。昔の偉いさんなんかみんなそうらしいからな。やりまくりだから。やっぱり離婚すると失うものが大きいっていうふうに皆さん思ってるんでしょうね。だったら不倫で我慢しちゃえみたいな、そういうことなのかな。私不倫はやっぱり良くないと思うし。Japan is still a conservative, traditional country compared to the US. Pressure to stay as a couple still continues. So that's why you have more loveless marriage situations. 夫婦仲をもう一回修復するっていうことはもう不可能なんですかね。いやもう一回しっかり話し合ってみようとか思ったことないんですか？もちろんその3年前の当時は修復しようっていう風に頑張ってたんですけど、でももう今はそういう状態ではないですね。同じ家にいるだけでも正直気持ち悪いというか、顔も見たくないなっていう風に思っちゃいます。というのも多分なんですけど、今でも不倫してるんですよね。私にはそれが一目瞭然で、悲しいっていうのは通り越してもう呆れてるので、もういいかなって思ってますね。子供のためにお金払ってくれさえすれば、彼が何をしようが、私にはもう関係ないかなっていうふうに思うようにしてます。多分彼の方もそう思ってると思うんですよね。お互いに関して全く興味がないので、不倫しててもどうでもいいかなっていう感じですね。そうですね。諸外国からすると特に結婚前のっていうのは少ないような気がします。離婚に関してどうしていくかっていう夫婦カウンセラーの方々はもう随分増えていらして、夫婦ご一緒にっていうことをされている方はまだ少ない。で、ご自分たちが今仮面夫婦なので、このままだと子供に対してもいい影響を与えることができないからどうしていったらいいか。自覚があるので、まだいいかなと思うんですけれども、自覚がない方たちも結構いらっしゃるので、事務的なやり取りはされてたりはするんですよね。ただ、いわゆる感情の共有とか、お互いに話し合ってももう無駄ねと、っていうことも起きてるかなっていう。そこに至るまでにはどういったことが原因となって？結婚ありきとか、子供を持ちたいとか、それが手に入っちゃえば、別にこの人とどうしていこうっていう認識が双方になければ、
そのまま流れていって結果仮面夫婦になっちゃうとか、日本も本来のそのお見合いではなくてアプリを使っての結婚っていうのもあるので、外側の情報だと欧米式ではあると思うんですけれども、とはいえ欧米の方々はやはりちっちゃい時から自分の感情を表現するけれども、日本は未だに宿題持ったのとか、お友達と仲良くするのよとか、先生の追いつけ守ってねっていう、どうしてもこうトゥードゥ面を言われて、そこをちゃんとすることがいい子だったり、形式だけ欧米が入ってもその感情表現をするってことに慣れてない、言語化することとかトレーニングされてない方が多いように気がするので、シェルになるっていうのはありそうかなっていう。そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱ会話が少ないとかコミュニケーションうまく取れてないっていう夫婦がやっぱりちょっと多すぎるような気がします。居場所がないお父さんって結構います。今思いついたのが、家の前までとことこ歩いて、家の前まで来て、家の明かりを確認して、ため息ついて、で、駅前のそのファーストフードまで戻るんです。それで時間を潰して、で、また歩いて、で、家の明かりを確認して、みんな寝たんだ。じゃあ、家帰れる。ということで、その方は、家の中に居場所がないから、居心地が悪いから、帰宅をわざと遅くしてた。で、そういう方は結構います。結構います。はい。そういう夫婦関係について、娘さんはどう思ってるんですか？娘の前では普通に接してるというか、仲がいいふりをしてますね。私もあんまりギスギスした感じというか、仲の悪い感じは見せないように努めてます。でも、6歳なんで、もしかしたら内心気づいてるかもしれないですね。でもやっぱり経済的に辛い思いさせたくないので、私たちは離婚しないですね。少なくとも娘が大学卒業するまではしないつもりです。それまではこの愛のない結婚生活で我慢します。でも私だけじゃなくて、日本ってこういう愛のない結婚って珍しくないと思うんですよね。私の周りでも地元の友達でも会社の同僚でもそういう人いますし、結婚して一緒に住んでるけど愛情は全くなくて、子供を一緒に育てるビジネスパートナーみたいな感じの夫婦っているんですよね。結婚したことを後悔していますか？結婚しなきゃよかったなって思うことは正直あります。でも間違った相手を選んでしまった自分も悪いし、子供には罪はないので、これからも子供のために頑張っていきたいと思ってます。本当に親が心配するからとか、参列くださった方に対して申し訳ないとか、女性の場合ですと旧姓に戻ることによって周りに分かっちゃうとかね、その事務的手続きの面倒くささとかっていうことも含めて、一番のトップはもちろん子供のためにっていうのはあるんですけれども、ダブルインカムなので豊かだったり、留学を含めいろんな好きなお習い事もさせてあげられてる。でも僕は本当にお願いだから離婚してくれと、自分たちのためと思われることの方が鬱陶しいんだっていうのもあるので、自分のそのしない選択を正当化するっていうことにはつながる可能性もあるかなっていう気はします。私が高校生の時にやっと離婚してくれたんですけど、それまでは完全に冷め切った結婚生活をしてましたね。それはもうわかるわけですか？そうですね。もう2人の間に愛がないっていうのが私にはすごく明らかで、まだ小さかったとはいえそこまでバカじゃなかったというか、何が起こってるのか分かってましたし、とにかく別れてほしかったです。実はそれを母に言ったことがあって、そしたらこれはあなたのためよって、あなたのために我慢するわみたいな感じで。でも子供としては本当にそういうのうざいんですよ。私を言い訳にして離婚しないみたいな。もしかしたらお母様は子供のことを思って経済的に苦しんでほしくないからそういう決断をしたのかもしれないですよね。その気持ちはわかるし、ありがたいことではあると思うんですけど、実際は離婚してくれた方が10倍幸せでした。やっぱり母が明らかに健康で幸せになったっていうのがわかるんですよね。もちろんね、離婚は簡単にすべきじゃないと思うんです。その配偶者としっかり話し合わず、直そうとする努力もしないで、いきなり離婚に行くっていうのはなしだと思うんです。だけどやっぱり個人的には、
親が幸せになってる姿の方が見たいんですよ。